アメリカ留学を目指す医学生や医師の方必見、米軍病院の特集第2弾です。浅見さんよろしくお願いします。北海道大学医学部医学科2年の浅見花と申します。今年度のチームワードのコアメンバーとして活動させていただいております。本日は米軍基地病院インタビュー企画の第2弾として、前回の三沢基地病院に続き、瀬保海軍病院の岡崎先生にお話を伺います。岡崎先生、お願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは。ブランチヘルスクリニック佐世保の第2期日本人フェローの岡崎智明と申します。本日は当院について皆様にお話しできる機会をいただきまして誠にありがとうございます。当院は横須賀基地の病院の病院でして、横須賀基地の日本人フェローの卒業生のコネクションで、ご紹介いただき、このような機会をご用意いただきました。佐世保基地の日本人フェローシッププログラムの内容については、ほとんどね、インターネット上でも情報がまだないかなと思います。まだまだより良い、プログラムになるように、まだ模索している最中ですので、数年後に本日お話しさせていただいた内容と全く違うものになっているかもしれませんが、ちょっと現状についてご説明させていただければと思います。簡単に自己紹介なんですけど、私は、福岡県の北九州市出身で、いわゆる、準ジャパってやってて、小中高公立の行った後に、大学、鹿児島大学に行きまして、その後初期研修沖縄で、沖縄県立中部病院で2年間行いました。で、昨年は東京の都立広尾病院の総合診療科ってところで1年間研修して、卒業4年目で佐世保の、海軍基地の日本人フェローに採用されております。で、こちらが本日のアジェンダとなっております。まずは佐世保についてなんですけど、場所についてちょっとあんまりご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれませんのでご説明いたしますけど、佐世保市は長崎県の県北の地域のこの星マークをつけた地域であります。で、長崎県第2位の都市でして、人口は約22万人で、アメリカ人家族合わせて9000人住んでいます。有名な観光地は、ハウステンボスや九十九島などがあります。で、ちょっと足を伸ばせば、車で1時間ほどで、平戸や雲仙や長崎市にも、行けます。で、ちょっと九州出身のものとして宣伝したいのですけど、九州はちょっといい温泉がたくさんありますので、大分の別府とか湯布院でしたり、あとは熊本の阿蘇とかも、比較的近くて、アメリカでの軍人さんたちも、そのあたりによく旅行に行かれているようです。で、東京からのアクセスは、三沢とか岩国基地のように空港の真横というわけではなくって、ちょっと離れてはいるのですけど、長崎空港から、シャトルで1時間。で、福岡空港からだったら、バスとか、特急電車で2時間ぐらいかかります。で、佐世保基地自体は市内の中心地にありますので、非常に便利のいい場所にあります。で、ブランチヘルスクリニック佐世保についての概要になりますけど、ちょっと当院のホームページを参照にまとめてみたのですけど、診療科としては、プライマリーケアクリニックで、ファミリーメディスンの医者が、その時期によりますけど、3人から4人と、あとは NP さんが1人運営されております。あとは、検眼師さんが1人いらっしゃって、あとは横須賀から、整形外科とか神経内科などの出張の、先生方も来られます。その他、PT さんとか、歯科医師も、いますので、それらの治療も可能です。で、施設としては入院設備はなくて、すべて外来診療となります。血液検査は、血酸と生化学が、院内で測定可能です。はい。で、凝固とか培養とか、生検の病理とかはもう外注になります。で、あとは日本の先生が大好きな CRP は測定できないので、あとは D ダイマーとかも外注になりますので、測定できないです。で、あとはちょっとフェローしてて思ったのが、あとは HCG おしっこで陽性になったけど、経腟移行したら体能が確認できなくって、異所性妊娠とかを考えていく上で、HCG の血中の濃度の測定とかも外注になるので、実質クリニックではできないってことになります。で、機械としては24時間測定可能な機械ではあるんですけど、現実問題8時間ごとに品質管理で、コントロールをチェックしないといけないらしくって、もし夜間とかに緊急検査が必要になったら、ラボのオンコールのテックの兵隊を呼んで、そのコントロール測定してから測定開始になるので、1時間とか、測定始めるまでに1時間かかったりするので、夜間の測定は基本的にはやらなくって、本当に
今すぐに検査が必要な場合はもうすぐ日本の病院に送ってしまうってことが多いです。で、画像検査は、レントゲン画像のみで、CT 検査は、当院は、設備ございません。ベッドサイドエコーみたいなちっちゃいエコーはあるんですけど、イメージとしては、やっぱ家庭医で、産婦人科のエコーのトレーニング受けてる先生方多いので、産婦人科領域の経腟エコーとかをやっている、印象です。で、やっぱファミリーメディスンの先生、腹部エコーとか心エコーのトレーニング受けて、いらっしゃらないので、守備範囲以外のことはやらないっていう方針のようです。で、次にそのネットワークの病院なんですけど、米軍の軍人さんとその家族さんはトライケアっていう軍人の保険でカバーされるんですけど、そのトライケアのネットワークの病院には、佐世保市、記載にありますように、佐世保市総合医療センター、佐世保共済病院、佐世保中央病院、長崎労災病院で、村上病院さんっていうのはこれ産婦人科の単科の病院なんですけど、帝王切開とかもできるような病院です。で、あとは東島レディースクリニックさんが産婦人科のクリニックで、です。で、村上病院さんと東島レディースクリニックさんは英語を話される先生がいらっしゃるので、通訳なしで患者を受け入れてくださっています。で、クリニックではお産できないので、もう佐世保で出産希望される妊婦さんいらっしゃったら、もうすぐに村上病院さんとかにお願いして、ハイリスク妊婦さんは佐世保市総合医療センターとかにお願いするという感じです。で、あとは希望あれば、その岩国の産婦人科とか横須賀の産婦人科でも出産可能で、そちらに行かれる方もいらっしゃいます。で、救急医療についてですけど、ホームページの文章をそのままコピペすると、No Emergency Room or Urgent Care Center ってことになってるんですけど、一応救急用の処料みたいなベッドが2台分はあります。で、日本人のフェローシッププログラムについてなんですけど、プログラムの創立年度は2024年度昨年になります。で、採用人数は、2名、その去年も2名で、今年も2名で、来年も2名募集してるんですけど、1期生、2期生ともに1名しか埋まっていません。理由としましては、1期生は募集が出るのが9月、10月と遅かったのと、あと2期生の僕の代は、おそらく海軍空軍基地の日本人フェローの受験生が全体的に少なかったのかなと思います。で、当院の所長とかプログラムディレクターとしては将来的に3名に増やしたいという野望があるみたいなんですけど、まずは2名埋めてからなので、今年のリクルートを頑張っています。で、勤務時間については、7時15分から4時、もしくは10時15分から19時のシフトで、今は平日のみで土日は働いていないです。1日のスケジュールも他の基地とは大きくは変わらないとは思うんですけど、7時15分からちょっと朝のプロバイダーミーティングに参加します。で、所長とかお医者さん、看護師、理学療法士、心理師、ソーシャルワーカーとかのそのオフィサーと呼ばれる人たちが出席する会議でして、前日の救急患者を共有したりします。その聞いた話によると、日本人フェローが、シップが始まってから、そのフェローが参加できるように、この時間が7時から7時15分に、時間が動かされたっていう話を聞いています。で、その後は、4時までシャドウしているか、もしくはちょっと US メリとかの勉強しているか、患者搬送しているかという感じで、4時にはだいたい仕事終わって帰っています。で、時間外の労働についても、実績をお伝えすると、ここまで毎月10時間未満で、先月も4時間ほどでした。で、当院の特徴としては、やはりシャドーイングがファミリーメディスンが中心となります。で、それに加えて、船の医務室での実習も希望に応じて可能です。船にもファミリー内科とか、インターナルメディスンやファミリーメディスンのお医者さんや、あとはですね、IDC っていう、インディペンデント・デューティー・コアマンっていう、医者でも看護師でもないけど、軍内のみで有効な資格でも訓練を受けた兵隊が、診察を行って処方とかも行うことができるっていう人たちがいます。で、船とクリニックは、独立していて、クリニックはもう基地で働く兵士とか、兵隊の家族さんとかの診察を行って、船の兵士は、船のお医者さんが対応します。で、もし小さな船とかで、設備がなかったら、レントゲンだけクリニックに来るってこともありますけど、基本的には、大きな船とかレントゲンやサイド血の設備もありますので、もう船の中で、しっかり、対応するってことになっています。で、あとはその当フェローシッププログラムの特徴としては、やっぱ専門診療科のローテーションが
ローテーションができないっていう短所がありますので、昨年のフェローが掛け合って岩国とか横須賀の海軍病院で専門診療科をローテートすることもできるようになっています。あとは、やっぱ日本人フェローの、お仕事内容のメインになりますけど、急患対応業務についてですね。基地内で、911、911があったら、院内の、救急隊が、EMT が対応して、クリニックに連れてきますけど、基地の外での患者は対応できないので、基地の外でもし何かありましたら119番してもらって、日本の救急隊が行ってもらって、日本の病院にそのまま連れて行かれるっていう感じになります。で、平日の日中とかも、休館対応のプロバイダーが決まっていまして、夜間とかも、夜間土日もオンコールのプロバイダーが決まっていて、24時間カバーしています。で、日本人フェローのオンコールについてなんですけど、これが正直佐世保基地の現時点の一番のストロングポイントなのかなと僕は思っているんですけど、現時点で日本人フェローのオンコールは、ありません。で、ちょっとこれは紆余曲折あったようですけど、現在は夕方7時から次の朝7時までは、民間の通訳会社に委託しています。で、これはもう今年の1月2月から始まった制度で、とりあえず予算が降りてて、予算が尽きるまでは続く予定なんですけど、どうやら9月、10月にこの予算が尽きそうで、この後どうなるかっていうのは、正直未定になります。ちょっとここがアメリカっぽいなと思うんですけど、で、あとは、院内の、ジャパニーズフェローの定員だけでなくって、その通訳の定員もちょっと今満たしていないので、現実問題、通訳と日本人フェローを合わせても、この人数で夜間までカバーするのは実質的には厳しくって、基地の司令官も、当院の委員長、当院の所長としましても、前向きに継続を、この契約の継続を検討していると伺っております。私としましても、日本人フェローのリクルートの上でも、かなり有利となるので、ぜひ継続してもらうようにとはお願いしております。で、あとは打足になりますけど、ご想像いただけますように、平日の夜間と土日が空いたら、バイトがかなりやりやすくなります。で、また帰省もできますし、将来のフェローが海外に実習行くときや、マッチングで海外行くときにも、お互いのフェローのカバーも、楽になるかなと思います。で、日中に対応している、患者さんについてですけど、他の基地のフェローの話を聞いていますと、カバーしている患者さんが各基地で、かなり異なっているようです。で、当院ではトライケアプライムの患者さんを対応しています。トライケアプライムというのは現役の軍人さんと、その家族になります。で、このスタッドアージェントっていうのが、どれだけ急ぎかっていう、指標なんですけど、スタッドがもう1時間以内もそのまま連れて行けっていうのと、アージェントは24から48時間以内に日本の専門医に見てもらいなさいっていう、紹介状になります。で、スタッドもしくはアージェントの障害状が出ましたら、他の基地と大体流れは一緒になるんですけど、当院はですね、フェロー用の電話とかは全然使われてなくって、もプロバイダーがジャパニーズフェローの部屋に来て、こういう患者いるんだけどって言いに来て、で、僕が患者さん診察しに行って、その後日本の病院に電話して連れて行くっていう流れになります。で、件数は働き始めて3ヶ月になりますけど、月によってまちまちで、4月5月は結構多くて月に20ぐらいもいたこともあったんですけど、先月とか5件とかで、船が出港したら件数が激減する、印象です。で、あとはですね、正確なことはちょっと僕も申し上げられないんですけど、トライキアセレクトっていうのが、退役軍人さんとかは、あと軍人の家族で、自分が希望する病院に行きたい人、具体的には日本人の奥さんとか、そのお子さんとかが多いんですけど、自由に病院選べて、一度自分で料金立て替えて、後から、保険会社に、払い戻しを申請する、みたいな、方ですね。で、あとはトライキアセレクトの他にもセビリアンコントラクターって言って、アメリカの政府と契約で、アメリカの軍の仕事で来てるけど、軍人ではないっていう人たちもいて、そういう人たちは、自分の会社の保険で対応しないといけないことになります。で、僕ももしそういった方が日本の病院に行くってなってもついてはいかないです。で、一応そういう方々はもう本人さんの自己責任で自分の病院を探さないといけないことになってるんですけど、
実質問題に、言語の問題で日本の、病院に予約できないということが結構、多々ありますので、僕が先生と話して予約まで取って、あとは、市内の通訳会社の連絡先とかをお渡しして、自分で探してもらって、行ってもらうっていう流れになります。で、そういった予約とかのアシストする人が、月に10人ぐらい多ければいらっしゃいます。で、4月と5月は件数がかなり多いなと思ったんですけど、ちょっとおかげさまで佐世保市内の先生でも顔見知りになりましたので、最近はかなり紹介がやりやすくなっています。で、6月は船が出港したためかピタッと止まって、おります。で、昨年のフェローの先生は年間でだいたい120人ぐらい連れて行ったみたいです。で、太陽新幹は、骨折が4割。で、それ以外は、確かに急いでいかないといけないよねっていう疾患なんですが、胸痛とか息苦しいとか、吐血、下血とか、正規出血とか、そういった感じになります。あとはちょっと、今から船出港するんだけど、DVT ルールアウトでエコーしてほしいとか、のもあります。で、ちょっとありがたいのが、正規出血とか、婦人科系がですね、村上病院さんとか、東島レディースクリニックさんが、通訳なしで見てくれるので、僕は電話だけして、本人さんには、車で行ってもらって、見てもらうっていう風になるので、そこはちょっと日本人フェローの、負担が少ないかなと思います。で、主な、紹介先についてなんですけど、僕が対応するそのアージェントとかスタッドの患者さんは佐世保市総合医療センターか佐世保共済病院が多いです。で、写真に注目していただきたいのが、まず左下に、左下が、診療所になります。で、佐世保海軍施設と書かれているところがメインゲートになりますので、もうゲートの真横になります。で、いろんな基地の病院に、僕も就活で行きましたけど、どこの基地よりもメインゲートに近いと思います。で、佐世保市総合医療センターから診療所までは、900メートル。で、佐世保市共済病院までが600メートルで、車に乗れば3分で到着します。で、プロバイダーが、僕に症例持ってきてから、日本の病院に相談して、病院に連れて行くまで、15分もかからないぐらい連れて行くことができて、非常に迅速に搬送できる、関係にあります。で、ちなみになんですけど、僕のですね、今住んでるお茶この右上のブロックのあたり、映ってるところに住んでいまして、クリニックとかまでは、自転車で通勤しています。で、自転車で5分、徒歩でも15分ぐらいの圏内です。で、ちょっと映ってないんですけど、この写真から見切れてるぐらいのところに、佐世保駅と、繁華街もありまして、もうほんと1キロ圏内に、佐世保の中心、生活圏が、完結しております。で、佐世保で働き始めてから感じるのが、受け入れの速さが非常に、スピーディーということです。で、断られたことは今のところ、ありません。で、1期生のフェローの先生の功績が大きいのだと思うんですけど、昨年のですね、オープンハウスな時に、受験生が全然集まらなかったみたいで、それだったら、ジャパニーズフェローが始まったから、市内の先生に来ていただこうってことで、市内の先生たちをたくさん招待して、診療所内見学してですね、うちの現状と限界とかを、知っていただいて、あとはですね、学術カンファレンスとかも交流を通して連携を深められたようです。で、あとは、他の基地の話を聞いてますと、基本的にフェローが担当するのは救急車に乗って救急室に連れて行かれているようですけど、おそらく僕が担当している症例が他の基地と比べたらやや軽症というか、歩ける人が多くって、佐世保市救急室が基本的に日中は空いていなくって、歩ける人は外来に来てくださいと回されるので、外来へのエスコートが大半になります。で、あとは、佐世保の診療所には専門医が不在ですので、基地内の診療所で対応できなければ日本の専門医にお願いすることになります。で、その際のプライマリーケアのプロバイダーと専門医、日本の専門医との間のリエゾンとしての役割が他の基地と比べると大きいかなと思われます。横須賀や沖縄の大きい基地のフェローは専門医と専門医の間のリエゾンになるので、どうしてこういう検査やってくれないのか、どうしてこういう治療をやってくれないかという、圧力が生じるってことも聞いたことはあるんですけど、当院のプロバイダーは専門医の先生にお願いしてますっていう姿勢で紹介してるっていうのもあるんですけど、プロバイダーたちも非常に柔軟だなと思っておりまして、
日本の病院に僕が電話して、日本のガイドラインだとこういう検査とか治療はやらないから搬送しても無駄だって言われたよとお伝えすると、そうなんだと納得してくれたりするので、非常に助かっています。で、あとはですね、卒業生の進路についてですけど、1期生のフェローと僕しかいないんですけど、1期生のフェローは、背景としては専門医資格もお持ちの方で、年次も上の先生でした。で、現在は国内の、機関で勤務されています。で、私はですね、来年は海外留学も視野に入れることができるような病院で、専門研修に入り直そうかなと考えているところです。で、キャリア支援についてですけど、他の基地の、ローテーションなどでファミリーメディスン以外の、推薦書をもらうこともできます。第一期生のフェローと、私は予定していませんけど、他の基地同様に海外でのエレクティブもできるようにしたいと、所長とプログラムディレクターは考えております。エクスターンについてですけど、私の知る限りでは最近では横須賀が毎年公募してますけど、実は当院でもすでにお問い合わせいただいておりまして、そのような機会が用意できるように、準備中です。で、あとは選考やマッチングについてですけど、横須賀、沖縄、岩国と合同で選考されます。今年の募集要項を見ると、併願の場合は希望順位を提出するようにと書かれております。私の時も、僕は併願だったので、希望順位を書きました。受験生の、プログラムディレクターに聞いたんですけど、受験生の、希望が尊重されるとおっしゃられていました。で、あとは、選考における英語力や、などについてなんですけど、英語力については募集要項の記載の基準を満たせれば、特に問題ないということです。USMLE などの、これは日本中の、フェローシップ全体に言えることと思うんですけど、全員がアメリカを目指されているわけではなくって、他の海外への留学や、英語での診療を学ばれに来られている先生方もいらっしゃいますので、USMLE の点数は、選考の対象にはならないとのことでした。あとはですね、先月のオープンハウスで、所長が、言われていた言葉で印象的だったのが、ある、アプリカントの先生から日本人フェローに求めることは何ですかという質問が所長の方にありまして、それに対して所長が答えたのが、英語力はあった方が助かるのは助かるんですけど、それよりかは、あなたたちの日本語の能力と、日本で医療を行った経験があって、日本の医療の仕組みを理解しているっていうことを非常に期待してますとおっしゃられていました。これが佐世保基地の医療水準の向上に貢献することになるんだよとおっしゃられておりまして、いろんな基地、去年僕も見学しましたけど、そのようなことを言われたことは初めてで、ちょっと新鮮ではありました。おそらく昨年のフェローの先生が佐世保の基地と、佐世保市内の医療機関の関係構築にご尽力された功績がありまして、これが米軍側の本音なのかなと僕はちょっと感じております。で、最後に佐世保基地にご検討いただける方へのメッセージなんですけど、当院は歴史の浅いプログラムではありますが、その分柔軟で、所長及びプログラムディレクターも、オープンマインドです。例えば、他の基地への出張は、前任の、プログラム創設時は予定されておらず、前任のフェローの先生の要望で、開始されたとのことでした。あとは僕の場合は勤務時間が10時15から19時のシフトがあるってお伝えしましたけど、実はまだこれ実現してなくって、今日は撮影日日曜日なんですけど、明日が初回そのシフトになります。ちょっと外勤の都合でシフトをずらしたいってお伝えたところ、このようなシフトが実現しました。で、あとは先ほども申し上げましたが、専門診療を市内の医療機関で頼らざるを得なくって、急患患者だけにとどまらず、プライマリーケアプロバイダーと日本の専門医のリエゾンとして、問題が起こったときに対応する必要があります。で、また当院と市内の医療機関で問題が生じたときにも、システム改善とかにも積極的に携わることが期待されています。例えば、昨年のフェローは、市内の日本の病院に直接来る軍人さんが多くて、困っているっていう話を聞いて、チラシを作って、その病院の方にそのチラシを置いてですね、まずは米軍の診療所に連絡して、米軍診療所を受診して、必要があれば日本の病院を紹介してくださいっていうパンフレットを日本の病院に置かれて、そういったことは激減したようです。で、あとは最後になりますが、そのファミリーメディスン志望以外の方ももちろん、それ以外の診療科の志望の方でも大歓迎です。当院が専門診療科がないことが、フェローを募集する上で、
リクルートする上でデメリットであるってことは、所長、プログラムディレクターともども承知しております。で、それらを補うために、他の基地での出張に加えて、あとは、まだ相談レベルではあるんですけど、希望に応じてですね、週に半日ほど、市内の医療機関でトレーニング行うとか、今そういったことを考えている段階であります。ちょっと最後にこのスライドで締めたいと思いますけど、佐世保で歴史を作りませんかということで、はい、以上になります。岡崎先生、ありがとうございました。新しい基地だからこそ、柔軟にその自分の希望とか、そのプログラムも対応していただけるのが非常に大きな魅力に感じました。私の方から何点か質問させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。はい。で、一つ目の質問が、フェロープログラムに参加される方は、どのような背景をお持ちの方が多いですか？これは日本中の米軍のフェローシップ受験される人がどういう人がいるかっていうジェネラルクエスチョンだと思うんですけど、初期研修を、僕の印象としては初期研修を終えられてそのまま海軍入る人が、海軍空軍に入る方が、4割ぐらいで、初期研修終わられて、専門医も取られて、その後すぐ来られたり、ヤングスタッフちょっと数年されてから、軍の病院に来る方が残りの4割で、僕みたいで、後期研修途中で中断して、入ってこられる人が2割ぐらいいるような印象です。特にどの基地も若い人ばっか採用してたり、経験ある先生ばっか採用されているっていう印象もなくって、バランスよく採用されている気がします。うん。で、診療科も内科外科、小児科、産婦人科、麻酔科、救急精神科と、多岐にわたっていまして、当院の1期生のフェローは、一応、外科専門医持たれてるのかなと思う。外科専門医プラス、結構年次上の先生なんですけど、総合診療とかもされていて、総合内科専門医も持たれているような、もう結構オールマイティの先生だったので、佐世保は1期のフェローの先生が、すごい先生が来てくれて、ラッキーだったなと僕は思っています。で、僕は内科で考えていて、去年も内科系のことをやってましたけど、4年目なので専門医を持ってないです。年齢層も幅広く、科も幅広くで、いろんな人が応募できそうですね。はい、そうだと思います。と、2つ目の質問なんですけど、英語でのコミュニケーションを日頃からやっていくと思うんですけど、最初はどのように慣れていきましたか？そうですね。僕の英語のバックグラウンドは、この幼稚園が一応地元の英語幼稚園に通っていたんですけど、残念ながら英語で話を聞いて日本語で答えていたみたいで、英語のスピーキングは全然できないです。で、幸いUSML の勉強とかを通して医療用語だったら理解できますけど、やっぱクリニックで働いてなかなか思ったことを伝えるのが難しいなってまだ感じているところです。それでも3ヶ月、見よう見まねで、あとは何回も同じような表現使っていたら少しずつ話せるようになってきているような気がします。で、あとは一番伸びているのが、医者とか看護師とかオフィサーと話すというよりかは、ですね、兵隊の衛生兵のコアマンっていう、衛生兵たちと、おしゃべりする、仲良くなって、おしゃべりするようになって、患者さんの問診とかでもこれはどうやって聞けばいいのとかもその子たちに聞いたりしているので、それが慣れて、慣れてこれてるかなと思っているところです。結構やっぱ環境が、英語になれる環境があるといいですよね。そうありがとですね。日本語を話すのが、プログラムマネージャーしてくれている方、日本人の方以外はもう本当に全員英語なんで、確かに英語を話さざるを得ない環境、ある意味、同期の日本人フェローもいないので、それもそれで良かったのかもしれないですね。やっぱりアメリカ目指す人たちとかの中だと、英語を話す環境がないっていうふうに悩む方がうん。非常に多いなって感じているので、非常にいい環境だなと思います。で、次の質問が、USMLE の勉強と並行して、フェローされている方もいらっしゃいますか？先生と、あと前のフェローの先生はされていましたか？ちょっとですね、前のフェローの先生は、ちょっとその時やってたかわかんないんですけど、とにかくステップ2は取られてるっていう話は僕は聞いておりまして、で、私が海軍病院に来た理由の一つが、やっぱ USMLE の勉強を進めたかったっていうのが、やっぱ結構大きいです。
で、私はステップ1は一応大学の6年生の、国家試験の、後に受けて、学生のうちに取っているんですけど、恥ずかしながらこう2年ぐらいかかりました、ステップ1取るのに。で、初期研修と、去年の、病院はまあまあ忙しくって、こう、ステップ2の U ワールドが、4000問中1000問ぐらいしか進みませんでした。で、この病院で、勤務始まって、搬送もまあまああって、なかなか進みませんけど、プログラムディレクターと相談して、勤務時間の一部をこう USML の勉強に今を当てております。で、また初期研修や後期研修されている先生方は、よく共感していただけると思うんですけど、臨床していると、こう、次々とわからないことが出てきて、その勉強が楽しかったり、夜は、当直入ったら永遠に救急患者が来たりして、働き方改革で直明けに帰れるようにはなってはいますけど、とても勉強できるような頭の状態じゃなくって、そのまま倒れ込んで寝て、朝起きたら朝5時で、そのまた出勤するみたいなことが、結構ありました。で、ただですね、当院のフェローシッププログラムは、少なくとも、日本でお医者さんしているよりかは勤務体制は楽だと思いますので、この USMLE の勉強も、はかどるんじゃないかなと思います。最後に、先生ご自身がこのフェロープログラムを進めるとしたら、どのような点が魅力だと思われますか？そうですね。佐世保基地の魅力は、クリニックがコンパクトですので、医者や看護師だけでなくって、そのコアマンといったこの衛生兵も含めてこう仲のいいチームで、こう日本人フェローもこうチームの一員としてこう病院がこう認識しています。で、他の基地でもう実習行った前のフェローが言っていましたけど、こう佐世保市内の医療機関の受け入れ体制が非常に整っておりまして、基地の病院と日本の病院の関係は一番いいんじゃないかなと、その先生はおっしゃられていました。で、あとは、個人的には、こう、九州にゆかりのあるものとして、こう、九州に戻ってきてからですね、こう、食べ物が美味しいですし、こう、生活圏が徒歩圏内で、自転車と徒歩と、あとは時々カーシェア使うぐらいで、不便なく生活できていて、仕事量含めて QOL は満足しているところです。ありがとうございます。非常になんかお話を聞いている中で温かい雰囲気が感じられて、いい基地だなというふうに思いました。岡崎先生、貴重なお話ありがとうございました。